こんにちは、タロタロです。今回の動画では立ちトロで主レース相手に立ち回る上で各モーションにどのように対処していくかについて話そうと思います。合計20個程度のモーションについて触れますが、討伐する全体の流れなどについては別でタイムアタックをした動画で字幕で解説しているので、よければそちらも合わせてご覧ください。それでは見ていきましょう。まずは通常の方向です。開幕戦闘が始まる時にやってきます。モーションは通常の飛竜と近く、上げた首を下ろした時に居合を合わせてあげます。後突きは中くらいで、居合の後に縦切りや一文字切りなどを合わせるとちょうどいいです。開幕は頭に攻撃を集中させるために、区内で振り向かせてから抜刀2連、そして頭に当たる方向に納刀して居合を構えるといいダメージが取れます。次は主方向です。通常時から怒りに移行するときにやってきます。この方向は通常時から顔が赤くなったのを目印に、タイミングとしては顔を振って顔が真下を向いた直後くらいにやってきます。ただしこの方向は通常方向と違って顔を真上に振り上げるので、居合を当てるときは足を狙います。この方向の後突きはかなり長く、兜割りや無双切りでゲージ回収などが間に合います。ただし、兜割りを頭に当てるにはちょっとコツが必要で、頭が降りてくるタイミングを狙って兜割りを狙う必要があります。おすすめは体の前方に居合が執着するように意識して、主レースの首や胴体を狙って飛翔蹴りをすると当てやすいです。次は空中主方向です。ちょうど空を飛んだ時に怒り移行が入ったらやってきます。空を飛んでいて少し見づらいですが、顔の動き自体は先ほどの主方向とあまり変わりません。なので頭の動きを頼りに頭が上がるタイミングを見極めて居合をします。居合は地上まで降りている足や尻尾が狙いやすいです。この方向の後は確定で着地するため、兜割りや無双切りを落ち着いて狙うことができます。あまり見ないモーションですが、後突きに兜を当てて撃墜も狙えるので少し美味しいモーションです。ここからは地上攻撃を紹介します。最初は突進です。レウスの突進は足と頭に判定がありますが、頭は振り向いた瞬間以外はあまり当たりません。なので基本的には足と交差したタイミングで居合を狙います。そしてこの攻撃は走り始めた瞬間から足に判定が生まれて少し難しいです。これに関しては頭をこっちに向けてから走り始めるタイミングを覚えるのがいいと思います。この攻撃は距離を離されるのもあって、攻撃のための後突きはあまりありません。テクニックとして少し難しいですが、後ろを向いて後ろ方向に居合をすると距離を縮められておすすめです。次は尻尾振り回し攻撃です。180度ずつ2回に分けて尻尾を回してきます。尻尾の太い部分の外周上には判定がありますが、中に入ってしまえば当たり判定は甘いです。外周上にいるときは回ってくる尻尾に重なるタイミングを狙って居合します。2回回した後の後突きはあまりありませんが、2回目の尻尾が当たらないところにいれば兜割りや無双切りを狙うことができます。またこれは少し難しいテクニックですが、あえて外周上に移動して尻尾に居合を取りに行くのも狙えます。次は噛みつき攻撃です。この攻撃の後は9割方尻尾振り回しに派生します。噛みつきに対しては首を曲げ口を開けた後に頭を狙って居合をします。居合した後の隙は少なく、特に尻尾振り回しに派生すると特殊納刀からサイドの居合が間に合わないので、尻尾に対してはフレーム回避を合わせるように意識してます。次は2連噛みつき攻撃です。首を大きく掲げて2連続で噛みついてきます。居合を取るタイミングは先ほどの噛みつきに近いです。ただし先ほどの噛みつきよりも頭の位置が流れてしまうので、頭にジャストミートで当てるのは少し難しくなります。そして距離によって1回目の噛みつきで居合を取るか2回目の噛みつきで居合を取るかが変わるので、それを見分けるには慣れが必要です。この攻撃も2回目の攻撃の後突きはあまりありませんが、1回目の噛みつきを避けて2回目の噛みつき中に攻撃し始めれば兜割りなどを狙うことも可能です。次はその場ジャンプ詰め攻撃です。翼を広げて軽くジャンプするのが特徴的な予備動作です。体感では足が着地するよりも少し早く居合をすると取りやすいです。この攻撃の後には兜割りも間に合いますが、居合後の位置によっては頭を狙えない時もあるので、その時は一文字切りなどで位置調整するのも選択肢に入ります。
次は地上火炎弾です。通常のレウスでもよく見るモーションで、上げた頭に注目して頭を下ろしたタイミングで居合を取るのが合わせやすいです。この攻撃の後付けは中程度ですが、頭に居合を入れやすく、居合でひるむことが多いです。なので居合の後は様子を見て、ひるんだのを見たら兜割りで追撃するようにしています。地上攻撃の最後はため爆発ブレスです。主レウスのモーションの中で最も美味しいモーションだと思います。炎をためながら顔を上げるのが分かりやすく、顔を下ろしたのを見てから顔を下ろした先を狙って居合すると頭に当てやすいです。通常時のこの攻撃の後はかなり隙が長く、無双切りでゲージ回収も間に合います。赤ゲージがある時のおすすめは、一文字切りで頭に当てやすい位置に移動しつつ、ひるみなどを確認してから兜割りが安定します。次のモーションに応じて撃墜も狙えるタイミングなのでおすすめです。怒り時は爆発ブレスの後に正面に炎を飛ばしてきますが、横に回避すれば首元だとあまり当たりません。そして怒り状態は頭の肉質がかなり柔らかいため、装備にはよりますが、8、9割の確率でひるむと思うので、一文字切りなどで様子を見てから頭に兜割りで追撃を狙います。ここからは空中攻撃を紹介します。まず一つ目は飛び上がり横払いブレスです。空に飛び顔を横に向けるのが特徴的な予備動作です。この攻撃は居合を取っても当たらないし、攻撃を食らっても吹っ飛ばないのでさほど重要ではありません。隆起活性を使っている時には HP の調整や逆恨みのためにわざと食らったりしています。この攻撃の後は以降で説明するいくつかの攻撃に派生します。特に横移動を挟んだ後は空中突進か2連噛みつきに派生するので、特殊能刀で待ち構えます。特に着地した時は2連噛みつきが必ず来るので、後ろを向いて居合を構えておくと頭に当てやすいです。次は空中突進です。翼を素早くはためかせるのが予備動作で、直後に素早い突進をしてきます。この攻撃も吹っ飛ばしはないですが、体と交差するタイミングで居合を取ることで居合をヒットさせられます。この攻撃の後は以降に紹介する空中火炎弾や空中横払いブレスなどに派生します。基本的には突進で離された距離を詰めるのがいいと思います。次は空中3連ブレスです。正面、左、右の順番で3連続で火炎弾を飛ばしてきます。最初の火炎弾に対して居合を狙いますが、居合しても斬撃は当たりません。そしてこの攻撃の後は必ず着地するので、終わり際に無双切りや兜割りを狙って当てることができます。特に兜割りは撃墜のチャンスにもなるので、赤ゲージが溜まっている時はおすすめです。次に空中からの詰め攻撃を2つ紹介します。紹介と言っているのは自分が100体討伐するまでにほとんど見なかったモーションだからです。1つ目は空中に飛び上がってからすぐさま着地詰め攻撃をしてくる攻撃です。2つ目は空中からの高速攻撃です。これらは太刀で戦っている距離感だとあまりしてこないと思っていて、主レウスから体 1,2 個分くらい離れている時にやってくる攻撃かと思います。あまり見なかった攻撃のため、本動画ではリプレイの紹介という形にとどめます。次は空中横払い尻尾攻撃です。空中で尻尾を横に曲げ、尻尾を投げ払って攻撃してきます。この攻撃の後は確定で着地します。居合は尻尾が高く上がったのを見てから少し早めに入力すると尻尾や足などに当てやすいです。この攻撃の後は着地するので、無双切りでのゲージ回収や兜割りを狙うことができます。次は空中からの2連続縦連火炎弾です。空中で移動しながら口に火を含み始めたらこの攻撃が来ます。この攻撃に対して居合をして一応攻撃を当てることもできますが、基本的には回避してその後に攻撃するのが安定すると思います。この縦に連続してくる火柱はよく見るとまっすぐではなく少し斜めに来ているので、それを意識して横方向に回避してあげればいいと思います。そしてこの攻撃の後には必ず空中で威嚇が入るので、赤ゲージが溜まっていたら兜割り、ゲージが溜まっていなかったらかきり虫ダッシュからの空中攻撃などで撃墜を狙っています。
しっかりと攻撃の範囲を理解して、その後の撃墜チャンスを生かしていくことでかなりタイムに影響すると思います。次は飛び上がり火炎弾からの派生です。この攻撃で飛び上がった後は空中で火炎弾を一発放ち、その後に着地してから突進するところまでがワンセットです。一応1回目の飛び上がるための火炎弾に対して居合をして翼に当てることはできますが、少しシビアです。タイミングは火炎弾の速度がかなり速いため、この攻撃に関してはタイミングを覚えた方がいいかと思います。自分は2回の火炎弾に対して居合を合わせて距離を詰めつつ、そこから無双切りでゲージ回収や2回目の火炎弾を吐いた後の後隙に対して兜割りを狙ったりしています。この攻撃もかなり空中撃墜を狙いやすいです。もし撃墜が入らなかった時はその後の突進が確定しているので、進行方向を向いて特殊ノートを構えて突進に対して居合を狙っています。次は空中での横払い火炎ブレスです。ブレスの後は必ず空中からの詰め攻撃に派生します。ブレスに対して居合もできますが、その後の居合が当たらないので無理に狙わなくてもいいと思います。どちらかというとその後の詰め攻撃に対して後ろを向いて居合を狙うようにしています。この攻撃の後隙は中程度なので、縦切りや一文字切りなどを挟むのがいいかと思います。次は空中の真下火炎ブレスです。真下に炎を吐いた後に縦方向に投げ払ってきます。この攻撃は攻撃前に距離を取られるので、基本的には居合を狙える距離にいません。若干斜めに来るブレスを回避しながら、その後の着地の隙に攻撃を当てていきます。また怒り中は2回連続でブレスをしてきますが、着地した後には通常時よりも長い威嚇が入ります。抜刀2連から無双切りでのゲージ回収や赤ゲージが溜まっている時は積極的に兜を狙います。次は大技です。特徴的な構えるモーションになった後高く飛び上がり、とても広範囲に爆発する火の玉を落としてきます。空中にいて当てる攻撃がないので、一旦爆発の範囲外に避難し、降りてきたらそこの硬直に攻撃を当てていきます。最後にガブラス襲撃についてです。だいたい1クエストに1回くらい急にガブラスを襲い始めます。火の玉などで狙う時もありますが、爪で攻撃した時は2回目の爪攻撃に対してカウンターを狙います。どうしても小型が好きなようなので割り切って居合を狙いに行っています。貴重なお時間をいただきありがとうございました。主レースは一度飛ばれると厄介なモンスターですが、怒り時の頭に兜を当てて空中撃墜まで取れた日は最高に気持ちいいです。この動画が少しでもソロ討伐のお役に立てば幸いです。これからもモーション解説動画やその他解説系の動画を出していこうと思っているので、気になる方はまた見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。